はじめまして、チャンスです。この動画では、仮想通貨の売買をこれから始めたい人に向けて、あまり知られていない仮想通貨の罠を解説していきます。すでに仮想通貨の取引をしている人からすれば、当たり前のことを解説しているので、初心者以外の人は確認用動画だと思ってください。では、チャスクのプロフィールです。動画投稿とブログ運営をしているどこにでもいる一般男性です。チャンネルや SNS は概要欄をチェックしてください。お金大好きなので副業や投資、節約などをしています。YouTube も好きなので動画の分析や検証もしています。ちなみにこの動画の構成はリベ大さんを参考にしています。こんな感じで動画投稿をしているので登録や高評価をお願いします。前提と注意事項。この動画は仮想通貨の将来性を否定したり、投資を強制させたりすることが意図ではありません。あくまで初めて仮想通貨に関わる人たちが気づきにくい罠を紹介しているだけです。ご理解をお願いします。あまり知られていない仮想通貨の罠5選。1つ目は、儲かる人の裏には損する人がいるです。これは株や FX をしている人からすればめちゃくちゃ当たり前のことですが、理解していない人が SNS 上に見られるので解説しておきます。そもそもビットコインやイーサなどの仮想通貨で稼ぐ一番基本的な方法は、安い時に買って高い時に売るです。実際にビットコインは過去5年間のチャートはこのようになっており、例えば2020年代に買ったビットコインを2021年代で売れば 100% 以上の利益を出すことができます。しかし、誰かが安く買って高く売っているということは、誰かが高く買って安く売っているということでもあります。例えば、2021年にビットコインは日本円で700万円を突破しており、その時に言った人はほぼ確実に儲かっています。一方で、700万円で買っている人もおり、そのタイミングで買ってしまった人たちは、2022年現在も損をしているわけです。つまり、仮想通貨で1億円儲かった人がいれば、誰かもしくは誰かたちが合計1億円分の損失を受けていることになります。ちなみに、こういう投資の世界では損をしている人を養分と言います。そのため、仮想通貨の価格が何十倍になろうとも、確実に損をしている人は存在しており、その人たちのおかげで利益を出せる仕組みになっています。ってことは、仮想通貨の世界では、全員が幸せになることは絶対にありえないです。ババ抜きで例えると、みんなでババを誰かへ押し付け合っている世界になっています。説明しなくても、これくらい誰でもわかると思いますが、分かっていないと、この先の話を理解できないので、一応説明しておきました。二つ目は、SNS での過剰な稼いだ自慢です。連日、Twitter や Instagram には仮想通貨で〇〇万円稼いだと自慢する内容があり、仮想通貨を売買してみたいと思う人は少なくないと勝手に推測しています。しかし、SNS で投稿する内容なんて、いくらでも改ざんできる上、実は稼いだ自慢を投稿するメリットも大きいです。実際に、人気仮想通貨取引所であるコインチェックの表示データを改ざんした画像がこれです。こちらはマイニングビデオさんが改ざんしたものなんですが、ググれば誰でも簡単にできます。しかも、ひどい自慢の場合は、チャート画面だけを見せて稼いだ自慢をする内容もあります。このような稼いだ自慢をするメリットには、単純に承認欲求が満たされる、アフィリエイトリンクがクリックされやすい、仮想通貨市場に養分が増える、SNS での発言力が強まる、つまり案件がもらえる、中と養分のデータベースができる、などがあり、データを改ざんしてでも自慢するメリットが大きいです。ちなみに、僕は登録者数数万人の YouTube と月間12万 PV のブログを持っていますが、これくらいの規模でもアフィリエイトや案件の依頼ってたくさん来るんですよ。なので、仮想通貨専門で運営している人はいろいろ美味しい思いをしているんじゃないかなと勝手に思ってます。そのため、自慢している人に憧れて仮想通貨へチャレンジすると、気づかないうちに養分になっていることがあります。特に、最近は仮想通貨配りという養分を効率的に集める方法が流行っているので、皆さん気をつけてください。まだ、本当にかかってるならいいんですけど、
中には全然配ってない人もいるので、データベースで登録されないためにも、基本的には相手にしないことがおすすめです。3つ目は仮想通貨購入時の手数料が高いです。実は、国内取引所のアプリで購入できる仮想通貨は手数料が高い場合が多いです。一般的に仮想通貨を購入する方法は、販売所から買うと取引所で買うの2パターンがあります。販売所は、利用者と取引所の間で仮想通貨の取引を行います。取引所は、取引所の利用者同士で仮想通貨の取引をしています。マッチングアプリで例えると、取引所の場合は僕と女性がマッチングしていますが、販売所の場合は僕とカップルやペアーズがマッチングしています。販売所の場合は、スプレッドと呼ばれる実質的な手数料が設けられており、取引所の手数料よりも高いことがほとんどです。例えば、コインチェックやビットフライヤーの場合は、アプリだと取引所よりも販売所がメインになっており、手数料がかからないからという理由で、販売所から買っている人がいます。しかし、販売所の場合だと、3% から 5% 程度のスプレッドが設定されており、実は手数料を含めて考えても、取引所で仮想通貨を買った方が安いです。そもそも取引所の手数料は、現物だと 0.1% くらいしかないです。もちろん、売るときも取引所より販売所の方が安く買い取るようになっています。もしかしたら、3% 程度なら安いのではと思う人がいるかもしれませんが、投資の世界で3% 以上の利益を安定し出すことは非常に難しいです。ちなみに、日経マネーの調査だと、仮想通貨で勝ってる人の割合は3割程度らしいです。そのため、わざわざ 3% 以上のハンデを背負って仮想通貨へ投資しているのは、ゲームで例えると、ナメプです。ウェブ版であれば、コインチェックやビットフライヤーも取引所があるので、できるだけそちらで売買することをお勧めします。4つ目は仮想通貨の関連サービスがひどいです。国内ではあまり浸透していませんが、仮想通貨には様々な資産運用サービスがあります。しかし、資産運用サービスの中にはゴミサービスも多く、詐欺すれすれの PR をしているケースも珍しくありません。例えば、バイナンスやバイビットにはデュアル資産投資、またはデュアル投資と呼ばれるサービスが存在しますが、はっきり言って詐欺すれすれのサービスです。デュアル資産投資では、こちらの画像のように年利で考えると 100% 超えのサービスが多数あります。そもそもの仕組みとしては、仮想通貨を預けた時の価格と決済時の価格を比較し、上昇した時は元本と利息をテザー、下落した時は元本と利息を預けた仮想通貨でもらう運用です。ちなみに、テザーは1ドルイコール 1USDD になるように価値が固定された仮想通貨です。デュアル資産投資の年利だけを見ていると、数年運用しているだけで誰でも送り人へなれそうですが、実際には破産する可能性の方が高いです。ざっくりと破産する理由を解説すると、預ける仮想通貨の価格が上がった時の利益は限定されているのに、下がった時の損失は全てユーザーが負担するからです。要は、資産運用をしている会社に利益の一部を取られているので、利息分を考えても期待できる利回りが1未満になります。実際に、エマさんが過去1年分のデータを使って計算した利回りはこちらの通りであり、平均した1日あたりの利回りは 0.99 になります。また、運用せずにずっと持っていた場合、1日あたりの利回りは 1.06 になっています。つまり、運用せずに持っていた方が利回りがいいわけです。しかも、毎日リアル資産投資で資産運用をしていると、1年後には資産が約 2% まで減ります。このように、仮想通貨関連のサービスは詐欺すれすれのものがあるため、表面上の利回りにだけ飛びつくと、資産をどんどん減らすことになります。5つ目は、リアルの知人へおすすめすると後悔するです。仮想通貨の価格が上がっている時や維持している時はみんな楽しそうにしていますが、最近のような暴落があった時は病んでいく人がどんどん増えます。特に仮想通貨は下がる時はとことん下がるため、積立 NISA やiDeCo などの投資ブームで参入した人にとってはメンタル的にきつい場合も多いです。正直、SNS 上の他人が病んでいる分にはどうでもいいですが、
もし、あなたがリアルの知人へ仮想通貨をお勧めしていたら、人間関係が悪化する危険性があります。一応、どんな投資も自己責任ではありますが、お勧めした側もされた側もきっぱり割り切れる人ってのは少ないです。だって、お勧めした後に価格が暴落したら、その人は完全養分になっただけですからね。そのため、リアルの知人へ仮想通貨をお勧めするときは、人間関係の悪化まで考慮してください。個人的には、リアルの知人へ投資を勧めするときは、仮想通貨や株とかよりも筋トレを勧めています。まとめです。というわけで、以上があまり知られていない仮想通貨の罠でした。一応、僕自身は仮想通貨が今後さらに普及していくと思っているので、仮想通貨を売買していますが、今回のような罠があることは知っておいた方が良いと思います。また、おすすめの仮想通貨取引所を説明欄に書いておくので、興味があったら登録してみてください。では、ここまでのご視聴お疲れ様でした。他にもいろんな動画をアップしていくので、チャンネル登録や高評価をお願いします。また、ブログや Twitter もやってるので、ぜひチェックしてください。ご視聴ありがとうございました。他の動画もお願いします。